皆様こんにちは。神戸街中散歩高山でございます。今回はですね、街中散歩ではなくてですね、最近ちょっとね問題になっている米不足について考えていきたいと思います。それではですね、のんびりと考察してまいりましょう。はい、そうしましたらね、始めてまいりましょうかね。で、今回ね、米不足になったというのがですね、私もね、米がお店からなくなって初めて知ったっていうのもあるんですけども、テレビのね、ニュースなんかでは時々やってたらしいんですが、私ね、あまりテレビを見ないので、そこまで詳しくわからなかったんですね。で、お店行ってね、お米がないというんで、初めてはどうしようっていう感じになってしまったんですね。で、今回の米不足の一番の原因とするのが、昨年の、令和5年ですね、台風がたくさん来たというのと、あとね、温暖化かなんか分かりませんけどね、日本列島全体が暑すぎたというのがあるんですね。で、なぜ暑いとダメかというと、お米のね品種で一番有名なコシヒカリというお米があるんですけれども、このコシヒカリという品種が高温に弱いという、弱点がありまして、温度がね高すぎるとお米がねなったとしても中にね実が入らなかったり、実が小さくてね商品化できるようなお米にならないということがあるらしいんですね。それでお米がねできにくかったと。で、もともと日本のお米っていうのは寒いところでも取れるようにという感じで作られてます。特にね米どころと言われている、福井県、新潟県、あと北海道や秋田県などはですね、全体的に寒いところなので、このね寒いところで高温が続いてしまうとお米が取れないということになってしまうんですね。今回の米不足っていうのがこのね、昨年暑すぎたというのと、台風がたくさん来て、根が腐っちゃってねお米にならなかったというのと、あと台風の強風によってお米になる前にね稲が倒れちゃったっていうのもあるとは思うんですね。で、その他にもね原因があるんですね。これが一番問題と言っちゃ問題なんですね。これをねこれからちょっとご紹介していきたいと思います。皆さんはですね学校とかの授業で減反政策という言葉を聞いたことがありますでしょうか。この減反政策というのはですね、日本政府が1970年昭和45年頃からですね、米余りを解消するためにお米のね値段を調整するためというのがね、あまりにもたくさんのお米ができてしまうとお米が余っちゃってね値段が下がってしまってお米農家の生活が逼迫してしまうということがありまして、そのためにね、お米を作りすぎないように減反政策で今までお米を作っていた、田んぼですね、田んぼで大豆とか麦を作るようにすれば 10R あたり3万5千円の補助金を日本政府から出しますよということをずっとやってきたわけなんですね。で、なぜこの米余りが出てきたかというと、それはですね、日本人が米主体の食事から西洋のねから入ってきたパン食であるとかパスタとかそういうねものにシフトしていってお米が余ってきたというのがあるんですね。そのために、日本政府がね主導して減反政策をやってきたと。しかしですね、ここ最近のインバウンドによる外国人ですね、日本の観光客による、人たちがですね日本の米がかなり美味しいということで外国の方が日本食を、食べるために、日本のお米をたくさん食べるようになったと。そのために時々ですねお米が足りなくなるということが起こってきたんですね。で、先ほど
今までもね米不足はあったということをね言ったんですけども、その時はどうしていたのかということなんですけども、その際はですね、日本政府がですね備蓄米としてお米を蓄えているんですね。でこれは日本っていうのは、災害の国ですから、何らかのね災害が各地で起こった場合に、お米が足りなくなった場合に日本政府がですねそのお米を、民間業者に払い下げて、そのね米不足っていうのを解消しようということをやっていたんですね。それだったら今回もそんな米不足になるはずないじゃないかということなんですけれども、今年がね今までと何が違ったかということなんですけれども、お米のね生産量と政府の備蓄米、そのね、今までのどれぐらい生産してきてどれぐらい備蓄していたかという数字を見ると、なんとなくそれが分かってくるんですね。でまずお米の生産量なんですけども、これね、古いデータっていうのがあまりないのでちょっとねはっきりは答えられないんですけども、今からですね約16年前の平成20年のお米の生産量が866万トンですね。で、昨年の令和5年が661万トンということで、約200万トンほど生産量というのは少なくなってきてるんですね。これは減炭政策が完全には終わってないというのと、あと先ほど申しました自然災害などがあって約ね20% ほど生産量が落ちてるというのがあるんですね。で次に、政府の備蓄米をね、調べていきたいと思います。こちらはね結構古いデータが残ってました。今から約50年ほど前の昭和45年、この時がですね、備蓄米総量が720万トンありました。で昨年の令和5年にはですね91万トンと約8分の1ぐらいまで落ちちゃってるんですね。これは先ほどもね言いましたインバウンドのね影響もありますし、いろいろなね影響があるんですが、ここまで来る前に岸田政権がですねこの備蓄米と、減炭政策を止めてですねお米の作付け面積をもう少し増やすということをやっていなかったということが一番大きいと思うんですね。でこれからの時期、今年のですね新米が出てきまして、新米がね世の中に出回ってくるので、今現在のような米不足っていうのは解消されるとは思うんですが、通常でしたら昨年の古米と新米を合わせて一般市場に流すということが今まで行われていたので、古米がねほぼないということになりましたら、まずねお米がなかなかと一般市場スーパーなどにね出てこないというのと、値段もだいぶ高くはなってくるんじゃないかなというのが今現在のお米の見込みという感じですかね。いずれにしても日本政府の誤りというのが一番大きいと思いますね。こんなことでね、岸田政権を責めてもどうしようもないんですが、こういうことはね、昔から予測できてたはずなんで、その辺をねもうちょっと早めに備蓄米を開放するとか、あと安倍政権下で行われてた海外のお米を輸入するという方針を出していれば、ここまでもひどくならなかったと思うんですね。はい、今回は、昨今のね米不足について考えてみました。ちょっとねシビアな問題なんで私のね街中散歩にはそぐわないんですけど、ちょっとね今回気になったのでこちらを取り上げてみました。今回の動画良かったと思っていただきましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどねいただけましたら嬉しいです。それではまた次回お会いするまで、さようなら。